ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、いよいよウクライナ軍が本格的な反攻を行うための戦力、欧米製の戦車や歩兵戦闘車がかなりの数引き渡されたのではないかといったニュースが出ているので、今回の動画では、どのような兵器がどのくらいの数、現在のところウクライナに引き渡されたのか、そのあたりの総覧といったものを皆さんにご紹介しようと思います。ただしここで気をつけてほしいのはあくまでも公開されている情報に基づくという部分で、実際には公開されていないところであまり注目されていないような兵器、例えば装甲車などは供与が発表されていないのに実際にウクライナにはもう引き渡されているといったものもあるので、今回紹介する兵器以外にも欧米からの支援はウクライナに行われているといったことは注目すべきポイントです。それでは早速ニュースを見ていきましょう。欧米供与の戦車、装甲車、第1陣がウクライナに到着。ウクライナのレズニコフ国防相は27日、イギリスの主力戦車や欧米諸国の装甲車の第1陣を受け取ったと明らかにした。レズニコフ氏は Facebook への投稿で、空挺部隊の司令官らと共に、機甲部隊に新たに加わった兵器の試験を行う栄誉を得たと報告した。レズニコフ氏によれば、イギリスから主力戦車チャレンジャーを受け取ったほか、アメリカからは装甲車のストライカーとクーガー、ドイツからは歩兵戦闘車マルダーの供与を受けた。レズニコフ氏は、各国からの支援の継続に謝意を示した。ドイツのショルツ首相は、主力戦車レオパルト2をウクライナに引き渡したことを明らかにした。ショルツ氏は27日、ロッテルダムで行われたオランダのルッテ首相との共同記者会見で発表通りにレオパルトを引き渡したと述べた。ドイツは先にウクライナに対して18両のレオパルトを供与すると明らかにしていた。レオパルトは高い機動性や燃費の良さで知られる。こちらがウクライナに届いた兵器類を並べた写真です。国防大臣の後ろにはイギリスから届いた戦車チャレンジャー2、ドイツから届いた歩兵戦闘車マルダ、そしてアメリカから届いたストライカーとクーガーがあります。レズニコフ氏が試し乗りをする機会を得られたという話をしていましたが、その動画についても公開されています。いわゆるロシアに対する牽制情報として届いたんだという話をしているわけではなく、実際にウクライナにもう戦車は届いたんだといったことを示すための試し乗りだと言えるでしょう。それでは反攻作戦に使うための第一陣として届いた戦車や歩兵戦闘車などの兵器の紹介をしていきます。まず代表格は戦車はレオパルト2。記事の中ではチャレンジャー2の話が出ていましたが、実際の主力になるのはレオパルト2です。ウクライナへ供与される数は全体で57両届いたと言われています。ただしこれは記事にもあったように、供与する第一陣のもので、まだこの後も少しずつではありますが、供与される数は増えるはずです。ヨーロッパの標準戦車と呼ばれるほどにレオパルト2は普及しており、レオパルト2の高性能を各国が認めているからこそのことです。そして広くヨーロッパで普及しているということは、予備パーツや整備ノウハウ、さらには戦闘のノウハウについても各国が研究そして洗練されていることからも、ウクライナに多くの支援を行うことができます。そしてイギリスの戦車チャレンジャー2。数こそ14両と少ないものの、防御力は非常に高いものとして知られており、チャレンジャー2ではなくチャレンジャー1の時代においては、湾岸戦争の時に対戦車ロケットランチャー14発を受けても生き残ったなどという伝説などもあります。次に歩兵戦闘車アメリカのブラッドレー。ウクライナへの供与数は109両で、すでにこれらについては全両引き渡された可能性があります。ブラッドレーは戦車ではないものの、対戦車戦闘といった意味では、機関砲以外にも対戦車ロケットランチャーなども装備していることから、ある程度ロシア軍の戦車に対しても脅威となり得ます。また戦車と違って、一緒に歩兵も連れて行くことができることから、反撃作戦においては欠かせない重要な戦力です。同じく歩兵戦闘車のマルダ、こちらはドイツからウクライナへ供与40両。ちなみにドイツはマルダーよりもさらに新しい歩兵戦闘車はあるのですが、そちらの方は不具合続きといったこともあって、実績と信頼性のあるマルダーの方が戦闘には役立つでしょう。同じ歩兵戦闘車という枠組みで言えば、ロシア軍のものよりも基本的に高性能ですから、たとえ少し古いものであっても、戦場では必ず役に立つはずです。次に、装輪装甲車の AMX-10RC、こちらはフランスからウクライナへ30から50両供与されたと言われています。こちらについては正確な数についてフランスが発表していないので、このぐらいの数だろうという推定値となっています。戦車と違って装甲が薄い分だけ、ロシア軍の戦車と直接撃ち合うようなことはあまり考えられませんが、
機動力を生かして前線に対する火力支援を行うには十分でしょう。次に装甲車の部門。アメリカからクーガー、ウクライナへ供与は271両。こちらの方は兵員をどんどんと輸送するためのもので、実際の前線に出て戦闘に加わるというわけではありません。しかし多くの兵士たちのサポートがなければ戦車や歩兵戦闘車が孤立してしまうため、装甲車も基本的には新しいものの方が良いです。次に装甲車のハンビー、ウクライナへの供与は350両。今回の反撃作戦を行うにあたって戦車や歩兵戦闘車に注目が集まる中、ハンビーなどの装甲車などにはいくら供与してもあまり注目が集まることはありません。ハンビーについてはすでに供与合計は2000両を超えているそうです。最前線での戦闘には基本的に装甲が足りないために、ほんの少し後方で兵士たちの輸送に大いに役立つものです。次に自走榴弾砲。M109。こちらはアメリカからウクライナへ供与18両。じっくり腰を据えて砲撃戦を行うといったのは、現在のウクライナの戦場においてはちょっと危険です。アメリカは当初、牽引式の榴弾砲を供与していたのですが、それらについて、被害もそれなりに出ている。10から 15% 程度は撃破されてしまったのではないかと言われていますから、長く生き残って戦い続けるためには、自走することが非常に重要です。しかも反撃作戦を行うときに牽引式の榴弾砲ではどうしても機動力が足りませんから、アメリカが榴弾砲を供与するときに自走砲へと切り替えたというのは良い傾向だと言えます。同じく自走榴弾砲 AS90、こちらはイギリスからウクライナへ供与30両。ちょっとくたびれてはいますが、まだまだ現役です。次に自走榴弾砲カエサル。こちらはフランスとしては最新世代で、しかもこれまで装甲のないバージョンばかりを供与していましたが、デンマークが購入していた装甲防御されたカエサルといったことで、より前線に近いところでもウクライナ軍の支援を行うことができるでしょう。最後に、スウェーデンについての話をしておきます。スウェーデンも歩兵戦闘車 CV90 を50両供与すると発表していましたし、またレオパルト2についても供与するという話をしていました。しかし、ここ最近は NATO 加盟にあたってトルコの問題があって、なかなか話が前進しません。そのためにウクライナに対する軍事支援も実際に今何をしているかについて非公開にしているようです。スウェーデンからウクライナへと兵器がどれくらい渡っているかについては不明です。同じくスウェーデンからウクライナへ供与されると発表された自走榴弾砲アーチャーについても実際に引き渡しが行われているかどうかについて今のところ分かっていません。ご紹介したようにかなりの数の兵器がウクライナへ引き渡されているという現状のようです。ですから反撃作戦が始まるのもそう遠くはないでしょう。ただし、すぐにでも明日というわけではなさそうです。例えば兵士の訓練について言っても、ドイツやイギリス、ポーランド、アメリカで行われている訓練などについては終わったよという話は続々出てはいるのですが、同時にそれらの人たちが帰国するのと、さらにプラスアルファ、どれだけの武器弾薬も一緒に送られるか、それらが到着しているかどうかといった問題もあって、さあ明日からすぐにでも反撃作戦というわけにはいかないようです。また、部隊の配置といった問題もあって、どこを攻めるかについてはまだ選定している可能性があります。大きな枠組みで言うと、ザポリージャ州において、ロシア軍の陣地を突破してなんとか南下してアゾフ海まで到達するというのを目標としているでしょう。ただしそのような大きな戦略に基づいていったとしても、どの町をどの陣地を攻めかかって攻略していくか、そうしたより局地的にどの部分を抑えるかといった詳細についてはまだ詰め切れていないかもしれません。この点について言えば、つい最近ではウクライナ軍の威力偵察ではないかといった攻撃なども頻発しているようです。この威力偵察というのは、ちょっと強く攻撃することによってそれに対応してロシア軍がどう動くか予備戦力の動きも見つつ、どこを打ち破ることが反撃作戦として最も有効か、実際に戦うことによって確かめる、そのようなことを威力偵察と言います。またあまりにもザポリージャ州への攻撃が本命視されていることから、このような狙いというものを外した別の場所で反撃作戦を本格的に行う可能性も捨てきれるものではありません。例えば、守りの陣地が固まっているかどうかというのも反撃作戦を行う上で一つの判断材料になるでしょう。ロシア軍がこれまで激しい攻撃を行ってきても、なお耐え続けている町というのがあります。例えば、バフムトであったり、アウディーイウカであったり、プレダルです。このような町を逆に反撃作戦の拠点として使うというのも一つの手です。
なぜならば、攻めかかっているロシア軍の方が守備陣地をがっつり築き上げているかといえばそういったわけではないからです。これまでは人海戦術をもとにして彼らにしてみたら、そこはあくまでも通過拠点であって、その先のウクライナ軍の町を攻めようとしているわけですから、守備陣地が固いというわけではなさそうだからです。ですから、攻めかかられている町を逆に反撃の起点とするというパターンも十分考えられます。そして、どこを反撃の始めとするかといったことは、公表はされていませんから、ロシア軍にとってもさあどこを守ろうかと疑心暗鬼になるものです。今回のように、ウクライナに実際に戦車が届いたよというニュースが出るたびに、情報だけでロシアを一つ牽制することができているわけです。というわけで、実際に反攻作戦が始まるのは4月になるでしょう。ウクライナ軍がどれだけうまく反撃作戦を成功させることができるか、非常に注目されます。最後に一つだけ懸念点についてのお話をしておきましょう。今回供与された戦車の数十分かといえば決して十分ではありません。ウクライナ軍の反撃に使える兵器としては第一陣という表現があったわけですが、第二陣となるような戦車の供与としてはアメリカの M1 エイブラムス戦車やもしくはレオパルトの古いバージョンであるレオパルト1について供与が始まるといったことが一つきっかけにはなるでしょう。しかしそれらについて言えば十分な数があるわけではありません。ですからこの第一陣で集まった戦車と歩兵戦闘車で反攻作戦がうまくいかず、これらの戦車を大量に失うような攻撃失敗といったことになってしまえば、ウクライナ軍にとっては反撃作戦を行うだけの第二の矢はあまり考えられません。ですからこの春に行うであろう反撃作戦が失敗した場合においては、ロシアのプーチン大統領が望んでいる消耗戦によるウクライナの領土切り取りをじわりじわりと進めていくような非常にじれったいような戦況に突入する可能性があります。そのような状況に陥らないようにするためにも、アメリカはさっさと ATACMS 射程300キロ程度のミサイルを供与するなど、もう一段踏み込んだ軍事供与をしてほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったらあなたの感想コメントと評価ボタンのクリック、そして投げ銭機能もあるのでぜひともご利用ください。また役に立ったなと思う方はぜひとも SNS 等への拡散もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。まったねー。